やっほー、みーちゃんです。では前回の、パート1に引き続きパート2を今回お送りしたいと思います。ではどうぞ。はい、まずはカバーレター。これはイミグレーションに向けた、手紙になります。内容としては、今までどういう風に過ごしてきたか、家庭的なね、一緒に住む上で、例えば家事の分担だったりとか、お金の分担だったりとか、お金のね、割合だったりとか、そういう生活する上でどうしてるかっていう点と、あと将来のプランみたいなのを、一つの、紙にまとめて書きました。それがまず一つです。で、次は一緒に住んでる証拠。これが、今、証拠って言ったんですけど、いろいろ証拠を全部集めて一つの PDF にまとめました。これがね、かなりめんどくさかったです。私たちが用意したのは、賃貸契約書、お互いの名前が載ってる契約書だったり、あとは、荷物送られてくるときにラベルが貼ってあるじゃないですか。そのラベルの写真だったり、あとは、例えば、郵便物の写真だったりっていうのを提出しました。で、あと、次が、お金の管理の仕方について。私たちはお金の管理の仕方をいつもなんか Excel とかでまとめて、こういう風に、お金払おうねっていうのがあったので、それを貼り付けたり、あとはジョイントアカウントって言って共同の口座を、こちらに来てから作りました。それがあると結構いいみたいで、もし申請する方はそれを作っといた方がいいかと思います。それでどういうふうに家賃を払ってるかとか、生活費、例えば消耗品だったり、食費だったりとか、どういうふうに払ってるかっていうのを、文字にまとめたりしたり、例えば証拠があればそれを貼り付けたりっていうのをしました。で、ジョイントアカウントの、ページ、私は ANZ なんですけど、過去の履歴っていうのが見れるので、それも、貼り付けて、これが家賃で、これが何でっていう風に細かく記載しました。あとは、レシート。例えば、電化製品とか、家一緒に使うものの大きい買い物をした時のレシートだったりとかも貼り付けました。で、次、この関係が真実で安定した証拠っていうものを一つにまとめて提出しました。その内容がまず1、写真。これは一緒に撮った写真、日本の時からとこっちに来た時の写真をいくつか提出しました。特にいいとされているのは、友達と撮った写真とか、家族を含めた写真っていうのは、ちょっと真実味が強いので、いいかと思います。はい、次2が、日々の会話、例えば LINE とかインスタとかで話している、スクリーンショットです。これは、最初付き合い始めの頃のやつは多分必ずつけた方がいいのと、あとは電話してる時とか、結構どれだけ時間を使ってるかっていうのが見られると思うんで、そういうところだったり、あとは、家事の、例えばね、分担のやり取りをしてるスクリーンショットだったりっていうのがいいかと思います。はい、次がソーシャルメディア。これは、お互いのね、例えばそのソーシャルメディアで、公表してるかどうかっていうのが多分問われると思うので、それを上げて投稿してる写真を撮ったりだとかっていう感じですかね。はい、次が、航空券。私が、こっちに一緒に、ニュージーランドに一緒に来た時、ただ私は旅行で一回来たんですよ。あっちの家族に会うのに。来たんで、その時の、航空券、私のと彼の両方航空券のコピーを貼りました。例えば一緒に他のね、旅行に行った方だとかは、それを添付すればいいと思います。で、次。
一緒に行った場所のチケット。例えばこれは私はディズニーとか一緒に行ったので、ディズニーのチケットと、あとはコンサートのチケットとかそういうチケットですね。で、次は手紙。交際期間中に、送り合った手紙をそのままもう写真撮って提出しました。で、次が、リファレンスレターって言って、家族とか友達から、私たちがどういう関係かっていうのを証明してもらう手紙。これも英語じゃなきゃダメなので、私は彼の、家族と友達、その友達は私も会ったことある友達にお願いしました。申請するところに貼ってあるんですけど、PDF で、そのパートナーとかの詳細を記載する、用紙があるんですよ。それを全部記入して、それも提出します。それが INZ1146 っていうドキュメントになります。で、次がリレーションタイムライン。いつ付き合って、いつ家族に会って、いつ友達に会って、いつどこどこに行って、いつ引っ越して、とかそういう何年、何月、何々したっていう、そのタイムラインを作って、それを提出しました。あと、あれですね。私の写真なんか、写真が必要みたいで。でも私は、自分で普通に撮っちゃいました。なんかいろいろ条件があるんですよ。これぐらいのサイズで、空白はこれぐらいじゃないとダメっていうのが。それもそのページ、申請するページに書いてあるので、詳しく見ていただけたらと思うんですけど、特に写真屋さんとか行ったわけじゃなくて、自分で撮ったやつ申請も通ったので、多分、大丈夫だと思います。はい。そんな感じですね。私が申請したのは。申請するのに、私これは結構先にやっとけばよかったと思ったんですけど、まず、申請する、イミグレーションで、パートナーワークビザみたいなの調べると、そのページ、何を用意したらいいとか、どれぐらいかかるとかっていうページが出てくると思うんですよ。その後、リアルミーっていう、おそらくワーホリに来た時に、その ID をもう作成したと思うんですけど、そこにログインして申請する形になるんですが、その、申請フォームをオンラインで入力して途中で保存ができるんですね。それを知らなくて、私は全部書類を集めてから、そこに入力しようと思ってて、それで私は、健康診断をしなきゃいけないっていうことを知らなかったんですね。申請前の、ページ、ビザの詳細のページに書いてあったんですけど、私は多分当てはまらないと思ってたんですね、勝手に。っていうか、わからなくて、多分大丈夫だろうと思ってたら、入力して最後に書類を提出、その PDF とかをアップロードするページがあるんですけど、そこにあなたが入力した情報を元に、あなたはこれが必要になります。みたいなのが出てくるんですよ。で、そこでやっと私は、健康診断とレントゲンをしなきゃいけないっていうことに気づいて、慌てて健康診断とかを受けたんですけど、なんで、もう、申請するっていうのが分かってたら、先にそれを入力したらいいと思います。入力していくと、何を提出しなきゃいけないかっていうのも、細かく出てくるので、まず、リアルミーにログインして、で、申請入力できる部分は全部してから何が足らないのかっていうのを、後から用意するのがいいかなと思いました。それが私のね、ミステイクだったので、皆さんもね、には同じようなことをしてほしくないので、時間がかかってしまうので、なんで、先にオンラインで入力することをお勧めします。それから、書類とかを準備するような形で。なんで、注意しなきゃいけないのが、そのオンラインで早めに入力して保存しておく。あとは犯罪証明書が3ヶ月ぐらいかかる。あとは、どれぐらい滞在するかとか、自分の持病とかによって、そういう健康診断が必要になるっていうことぐらいですかね。
それでその申請のページをちょっとスクリーンショットしたところがあるので、それを一緒に説明していきます。ログインすると、こちらがイミグレーションのオンラインでの申請フォーマットになります。こんな感じで、質問があるので、それに答えていきます。結構たくさん答えないといけない項目があるので、時間がある時にやるのがスムーズでベストですが、一個一個保存もできるので問題ないかと思います。全部入力していくと最後こちらの画面になって、こちらが先ほどお話しした証拠書類を提出していくページとなっています。このように入力すると、健康診断とかの情報が出るので、先に、全部質問に答えていくのがいいかと思います。私は Excel で全部まとめました。パソコン得意な方は多分すぐ簡単だと思うんですけど、結構ね、証拠を集めるのに時間がかかりました。なんといっても私は、日本にいた時から付き合ってたので、会話LINE とかもすごい遡って見てたりしたので、結構時間がかかりました。でも降りたらね、安心していられるので、皆さんね、うまくいくといいです。いいです。願ってます。私もついこの間、今レジデントビザを申請してるんですけど、それはもっとワークビザよりやっぱり厳しいですね。提出して、この間、追加の書類を求められました。で、電話とかも来たりしてたので、それも取れたら、今度動画にしたいと思います。皆さん、もうちょっとうまく伝えられてなかったら本当申し訳ないんですけど、ってことで、説明は以上です。もし疑問点、わからない点とか質問があれば、ぜひコメントの方にコメントいただけたらお答えするので、よろしくお願いします。では、見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してない方は、ぜひ、お願いします。してくれるとすごく嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。